ずコーヒーか紅茶を入れております。今日は紅茶を入れていきたいと思います。垢抜ける方法をよくインスタグラムの DM で聞かれたりするんですけれども、1つ目のコツはやはり体型の管理かなと思っています。だいたい私は身長低い110センチを目指していて、夜外食がほとんどで、家で自炊することがなくて食べ過ぎてしまうこともあるんですけれども、そういった時は、プチ断食をしたり、あとジムに行ったりして体重をなるべく、私は47キロにできるようにしております。今日はディオールのいただいたハーブティーを飲みたいと思います。これはレモングラス、あとはバーベナ、レモンタイム、あとね生姜が入っております。今日はお気に入りのサブレも5つ添えたいと思います。すごく美味しくて、このナードゥブールのとってもバターの味が効いたサブレで、なんともう全然残っておりません。じゃあこの最後の1個になっちゃった、食べたいと思います。あと朝は秘訣その2として、クリニックで処方された内服を飲んでおります。クリニックで処方されている内服とかサプリなんですけども、こういった、シナールとかギベラ、あとハイチオールですね。これ肝斑にとってもいいので毎日朝昼晩飲んでるんですけども、あとはトラネキサム酸、炎症作用を抑える薬ですね。それとこういったサプリメントを飲んでおります。これはクリニックでお悩みを伝えたら、こういったオリジナルで処方してもらいました。私が悩んでるのは結構ね、こうビタミン不足とか、あと、コエンザイムとかそういったねものが不足しているので、なるべく酸化とか糖化を気にしていて、体内からねきれいにしていきたいなと思っております。あと日焼けした後とか、シミ対策にもとてもこのシナールやギベラいいので、これを飲み続けております。体の中から肌が良くなっていくと、メイクしてもとても化粧のりも良くて、もっともっと綺麗に見えるし、あと、ニキビとかね、なるべく肌のザラザラとか、あと毛穴とかも意識して、やっぱりこういう体の中から綺麗になれるように内服はおすすめです。もう10年以上飲んでますね。12、3年飲んでるんじゃないでしょうか。ビタミンは飲んですぐ即効性があるものじゃないので、長い間根気よく飲むのがおすすめです。そして私の垢抜けおすすめ3つ目の秘訣は、自分に合った下地を見つけるということです。こちらは以前動画でもご紹介しましたクレドポーボーテの下地になっています。本当にこれすっごく優秀で、光をね集めて顔を全体的にトーンアップして、そして肌を陶器肌に見せるようなツヤ感の出るとっても優秀な下地になっております。あとこちらは今年の夏から使い始めたんですけども、ローラーメルシエ、ピュアキャンバスパワープライマースーパーチャージドエッセンスということで、こちらは毛穴を隠してくれて皮脂に強くて、時間が経っても化粧崩れのしない
優秀な下地になっております。時と場合に合わせて下地を使い分けたり、そして自分の肌に合わせて下地を使い分けてメイクしていくっていうことが垢抜けの秘訣なのかなと思います。昔私も20代の頃は全く下地に、興味がないと言いますか、ファンデーションのつきを良くしたらいいなと思ってたぐらいで、あまりこういった下地に興味がなかったんです。けどもだんだんね、このアイメイクとかこのカラーの色物のメイクとか、あと眉毛とか、あとチークとかですよね。そういったものってもう化粧の中で言うともう終わりの4割ぐらいで、ファンデーションや下地、そしてコンシーラー、あとお粉を塗るのがこの土台がね、メイクの約6割かなと思っているので、下地にこだわったメイクをすると垢抜けの秘訣かなと思います。細かいところはメイクのポイントたくさんあるんですけども、まずは自分に合った下地を見つけるとメイクが一層綺麗になるし、なんとなく透明感が出て肌もツヤツヤで素敵に見えるので、下地にはぜひこだわっていただけたらと思います。次に眉毛を描いていきたいと思います。眉毛はいつもこのボビーブラウンのね、細いペンシルを、食い出し式のペンシルを使っているんですけれども、あとはこういった、筆で取ってパウダー状のアイブロウも使っております。私の垢抜けポイント4つ目は眉のアートメイクです。この眉のアートメイクがあるだけで化粧が簡単、時短、そして綺麗に同じ眉毛が描けます。今この辺りにもう入ってますね。あと眉頭もちょっと薄く入ってますね。この毛並みに沿ってちょん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 って外向きに毛流れができるように見えるアートメイクを私はしています。こちらやったのがもう4年ぐらい経つかな。結構経つんですけども、眉毛はしっかり持っています。こっちの眉も、私の顔が右側が少し上がってるんですね。こう目とか、あと耳の高さが右側が高くて、で眉毛も普通にこう笑うと右が結構上がるので、それを意識しながら、なるべくねちょっと右を下げて見えるようなアートメイク入れてもらいました。で眉毛が均等になったり、あと同じ眉毛を毎日安定して描けるとすごくメイクをした時にキリッと美しく見えるし、なんかこの人素敵だなっていう、眉は顔の輪郭と呼ばれるので、このアートメイクとてもおすすめです。あとね、寝る前とかですよね。泊まったり温泉行ったり、こう友達とね出かけたりとか、あと、ジム行ったりする時に眉毛があるだけで本当に全然違うので、このアートメイクはやってよかったなと思っております。眉の時短本当大事ですよね。もうなんか失敗するとまた描いて消してだんだんこの辺がこうぐちゃぐちゃになってくるんですけども、眉は非常に大事なんじゃないかなと思います。ぜひぜひね、垢抜けたいと思っていらっしゃる方は眉毛にこだわって、でアートメイクもねぜひ活用していただけたらと思います。眉毛が完成しました。いかがですか？眉毛がこうキリッとねちゃんと形をかけるだけで少し、メイクをね、この人上手だなって思ったり垢抜ける秘訣じゃないかなと思います。はい、次は目を完成させていきたいと思います。今日はこちらスックのねパレットを使っていきたいと思います。こちらシグニチャーカラーアイズ105になります。眉のアートメイクに続き今度も医療系になるんですけども、顔の脱毛です。私は今顔の脱毛して、もう結構前にしたんですよ。本当に大学生の頃かな、もう10年以上前にしたんですけども、ちょこちょこもうしつこく生えてくる毛があります。この口の周りですね、こことか、あと、目はやってないんですけど、この辺とかは自分でね眉毛整えて抜いてるんでどんどんなくなってはいるんですが、この口のねとことかこの辺に少しもうほんと短い、毛がたまに生えてきます。看護師さんに、アスクさんやってないんですか顔の脱毛って言われて、昔やったんだけどこれ残党なんだよねって言ってて、それで、顔脱毛を最近またすることにしました。で顔脱毛がやっぱこうちゃんとしてると、脱毛の機械自体光を当てることによって肌をきれいに整えてくれる効果もあるので、顔脱毛非常におすすめです。
細かいとこなんですけど、こういうね顔の毛をきちんと処理することによって、毛穴もねキュッと引き締めて、そして毛もないつるっとした肌っていうのはやっぱり垢抜けポイントなんじゃないかなと思います。このカラーすごくいいんですよ。これ赤みがちょっとほんのりついて、イメージは夏の夕暮れだそうです。これ夏メイクの時にね買ったんですよ。かわいい。茶色のこの目の際にグラデーションをこうつけていって、そして同じちょっと筆でいくんですけども、このブルーのところをねうまく使うと夕暮れがきちんと表現されるそうです。これはもう目の高い位置にポンポンポンってのせたいと思います。少しだけで十分なアクセントになります。はい、こんな感じです。この爪をきれいに整えるっていうことがこれ意外と難しいんですよね。私の場合はネイルサロン行ってもうジェルネイルを3週間に1回やってるんですけども、ネイルをしてない時代もありました。そういう時は家でちゃんと温めてプッシュして甘皮の処理をきちんとしていました。この爪をきちんとするっていうのはこのマニキュアをするとかジェルをするっていうわけじゃなくて、きちんとその甘皮の処理とか、あとこの、爪のね、私もほんと消毒しすぎてささくれとかもできちゃうんですけども、この手をきれいにするというのは垢抜けポイントなのかなと思います。今はこういったネイル用のオイルもあります。こういったネイル用のオイルを手を洗った後ハンドクリームを塗ったり、そしてね爪先にこうやってちょんちょんってこう置いていって、ちょんちょん置いていって、はい、そしてこう両手をこすり合わせてオイルを浸透させていきます。手先って見てる人は見てるんですよね。あんま意識しないとこではあるんですけども、何かの際に手を見て綺麗だなって思うと、この方女子力高いなって思ったり、ほんと綺麗だなって思ったりするので、爪のケア、そして手のケアって大事じゃないかなと思います。次にチークを塗っていきたいと思います。チークはこのエルメスのローズオンブルローズエルメス45番を塗っていきたいと思います。これはほんのり色がつくタイプになっています。でも発色いいですよ。それでは最後に口紅を塗っていきます。こちらはルージュディオールフォーエバーリキッドの100番になります。ほんとこのリップすっごい使い心地が良くて全然もう落ちません。これはややベージュ気味のちょっと落ち着いたカラーなんですけども、この他にもちょっとオレンジっぽいものや赤っぽいものもあります。あんまりパキッとしたピンクはないかな。でも自然に唇に馴染む色が多いので非常に愛用しております。こちらは一回、ティッシュでオフするとさらにマスクにつきにくくなるので、このまま生活していいんですけども、すぐマスクつける場合は一回ティッシュをオフすると良いと思います。はい、最後何だと思いますか？私がしてよかったポイントはこの宿毛矯正です。いつもこの後アイロンでもっと伸ばしてるんですけども、宿毛矯正ほんとしてよかったってインスタグラムで、お伝えしましたもう何にもしなくてもう髪の毛がもうほんとストレートの、最初からストレートだった人みたいに髪の毛がねまっすぐなっております。特にこの辺ですね、私生え際癖あるんで、この辺結構これうねってるとこも一部あるんですけども、ほんとこれも自分がドライヤー当てた時ぐらいのうねりになってます。これ当ててなかったらもっとこうふわふわして浮いております。この宿毛矯正をしたおかげで、お手入れが楽になり、ドライヤーが楽になり、そしてここから巻く時のセットも楽になりました。なので宿毛矯正今までやったことないよっていう方、そしてもともとストレートじゃなくて髪の毛がふわっとしてる人や、雨の日にはねこうボサッとなってしまう人はぜひおすすめしております。これほんとね10代の頃にやってみたかった。でも美容師さんが言ってたんですけども、
今技術がどんどん進化していて、昔みたいにほうきみたいにね頭の角度に合わせてストーンってなる宿毛矯正は今なくなったということなので、もう10年前20年前よりどんどん進化しているので、今この宿毛矯正に出会えてよかったなと思います。ということで今回私のおすすめする垢抜けポイント、身近に実践できそうなものはありますか？ぜひよかったら取り組んでみてください。それではまた。